29人の死傷者を出した列車の爆破事件。犯人の男はある女性の恋路を妨害するため、絶対にその列車を止めなければならなかったんです。1968年11月9日、神奈川県鎌倉市警察署の取調室には、痩せた頬に鋭い目つきをした男が一人。男の名は若松良樹。彼は約5ヶ月前に発生したとある事件の容疑をかけられ、尋問を受けていたんです。29人も死傷者が出てるんだ。なぜ爆弾など仕掛けた？若松が起こした事件は、当時の日本国有鉄道横須賀線の爆破。多数の被害者を出し、公共交通機関を混乱させたこの男の犯行は、いかなる事情があっても許されるものではありませんでした。一方、若松は神妙な面持ちで警察にこう告げるんです。誰かを殺すつもりなんてさらさらなかった。ただ脅しのつもりだったんです。一体彼は何のために誰を脅す必要があったというのか。若松が列車を爆破した理由は、元恋人と彼女を寝取った友人が会うのを妨害するためだったんです。元恋人の新たな恋を妨害するために列車を爆破した男を絶望の淵に陥れた最悪の裏切りとは。強い絆で結ばれたはずの2人の間には、絶対に知られたくはない秘密が多すぎたんです。おそすけんちゃんです。みやみやみこです。やみおさん、今はね、オフラインラブですよ。令和ロマンがなんか出てるやつでしょ。そうなんですよ。知ってます？どんなのか。いや、詳しくは知らない。フランスのニースっていう街で、みんなが手紙を書くんですけど、各拠点から紙飛行機で飛ばすんですよ。ほう。街中に紙飛行機バーって飛ばしまくって、拾ったらその待ち合わせ場所に行ったら出会えるみたいな。嘘なんですけど、よくわかんない嘘ね。半分本当。紙飛行機はさせる嘘。手紙入れるポストのがあって、そこに気になる人に手紙書いたりとか、スマホが没収されてるんで、待ち合わせ場所に行ってももういなかったりとか、はいはい、すれ違いがあるわけね。ポスト見るのが遅くて過ぎちゃってたりとか、いろいろあるんですけど、これ新しいなみたいな。はいはい。あの手この手で企画側も恋愛リアリティショーを仕掛けてくるわね。そう。僕あんま好きじゃないんですよ。そんなオフラインラブは好きなんじゃないの？違う、俺なんか恋愛リアリティショーあんま好きじゃなくて、相乗り、テラスハウス、バチェラーとか、バチェラー、あとボーイフレンド。あとアベマのやつ。脱出を一人島ぐらいかも見てないの。全部見たんですけど、好きじゃないですよ。好きじゃない好きじゃないけど見る。じゃあなんか一応教養としてね。今こういうの流行ってんだみたいな。愛の里は見た？愛の里見たよもちろん。両方見たよ。2までね。全部見てんじゃない？大好きじゃんあんた。でも相乗りがなんで好きだったかっていうと、旅かける恋愛だったから。旅が好きやから。今回は旅入ってんのよ。だから見れたね。ああ、そういうことね。他のはもう倍速よ。やっぱ我々もさ、一応YouTube やってますから、視聴さんが見てるやつが見とかないとな。ああ、そうね。じゃあ私も人生の時間割いて見た方がいい。お前自分の時間貴重か。時間貴重だわ。任せますよ。とんでもないこと言おうとした。任せますよ。もう私の判断次第ね。今回は昭和期の日本で発生した横須賀線爆破事件について。その名の通り列車が爆破され30人近い死傷者が出た非常に痛ましい事件なんですけれども、これだけの被害を出しておきながら、犯人の動機っていうのが地上のもつれ的な個人的な恨みから来たっていう身勝手極まりない事件なんですよ。くだらない本当に。男女関係のもつれで列車が爆破ってなんかさ、飛躍しすぎて話が、何が起こったのか何も分かんないわよ。さすがに列車の爆破まで行くとさ、もう何も擁護できないんですけど、一応犯人の事情を知っていると、ちょっとはね、同情できない部分もあるっちゃあるんですよ。その日、突然の轟音と爆風に見舞われた横須賀線。家族連れで溢れていた車内は一瞬にして地獄と化すんです。父の日の悲劇。1968年6月16日、神奈川県鎌倉市。午後3時半、関東は強い雨に見舞われていましたが、この日は年に一度の父の日。当時の日本国有鉄道横須賀線の車内は休日の外出を楽しむ家族連れで溢れていました。そんな和やかな空気の中、列車は大船駅へと進んでいきます。そしてそれは列車が駅の手前100メートル地点の踏切に差し掛かった頃、車内に突如として響いた轟音と乗客たちの悲鳴。列車は線路を大きく外れ横転。何が起きたんだ？テロか！駅のすぐ近くだったこともあり、街行く人々は誰もが足を止め、その場の光景に戦慄していました。列車が横転した原因は6両目から発生した突然の爆発。車体は大きくひしゃげ、車内にはそこかしこに窓ガラスの破片が。爆発があった6両目には60人の乗客が居合わせ、そのうち29人が負傷。その中の1人は搬送先の病院で息を引き取ってしまうんです。亡くなったのは32歳の男性で、彼は生まれたばかりの我が子の顔を病院まで見に行った帰りだったといいます。列車1台を大破させたこの爆発は男性の真上の網棚で起こりました。
頭に直接ダメージを受けたその男性は助かるはずもなかったんです。この爆破事件は警察庁広域重要指定事件とされ、警察は他の都道府県警察にも協力を要請。結果、約2万5000人を動員した捜査が展開されるんです。2万5000人はすごいわね。まあでも列車で爆破なんて起きたらね、密室だし、それぐらいの騒ぎにはなるわよね。それもそうなんですが、実はこの当時日本では爆破事件っていうのが頻発してたんですよ。それもあって捜査員が多かったんです。というわけで本日のメトラキーワード、60年代日本の連続爆破事件について。1960年代の日本では各地で列車の爆破事件が頻発していました。今回の横須賀線爆破事件の他には1967年の山陽電鉄爆破事件、房総西線爆破事件など60年代公共交通機関を狙った爆破事件はなんと合計7件も起きているんです。60年代の爆破事件頻発のきっかけは1962年から翌年にかけ、電話ボックス、映画館、デパート、地下鉄などあらゆる場所に爆弾が設置された草加次郎事件。列車の爆破事件が相次いだのは十数件も爆破や狙撃などが起こりながら迷宮入りしたこの事件の模倣犯が続出したためと考えられるんです。横須賀線爆破事件に2万5000人もの捜査員が動員されたのは他の爆破事件と同一犯の可能性も踏まえ、一刻も早い解決を目指してのものでした。やば、何？列車の爆破だけでも7件でしょ？こんなん怖くても乗れないですよ、ほんと。ここから警察は犯人特定に急ぐんですが、ヒントは爆破された車内にあったんです。復元された証拠。事件後、警察は爆発があった6両目の乗客を中心に事情聴取を行いますが、不審人物の目撃情報は得られず、事件当日の6月16日に横須賀線で使用された48万枚の切符も全て回収され、指紋の照合にかけられますが、前科者の中に合致する人物はいませんでした。これだけ大規模な捜査を行って犯人の特定が不可能となれば、もはや事態は八方塞がりにも思えます。しかし手がかりはちゃんと現場に残されていたんです。それは爆破された車両の中に散らばっていたパイプ、キッチンタイマー、乾電池、新聞紙、ボール紙の破片など、そう爆弾の残骸でした。警察はこのうちバラバラになった新聞紙をつなぎ合わせ、配達地域から犯人の特定を試みるんです。約1ヶ月の復元作業の結果、材料に使われていた新聞は1968年4月17日付の毎日新聞東京多摩版だと判明。さらに印刷機特有の文字のズレや癖から、その新聞は立川市と日野市で配られた朝刊だということも分かりました。とはいえ対象の朝刊は1万5000件もの家庭で購読されており、ここからの犯人特定は相当に骨の折れる作業でした。警察は購読過程を1件ずつ回り、その日の朝刊が自宅に置かれているか否かを片っ端から調査していったんです。これちょっと地道すぎてさ、すごい気遠くなっちゃうんだけど、他に方法がないわよね。仮にさ、めぼしい人間見つけたとしても、新聞だけが証拠だとなかなか捕まえられないんじゃないのこれ。この後新聞以外にも爆弾の形っていうのも復元されたんですよ。そこからある一人の男が浮かび上がってくるんです。警察が途方もない聞き込みを行う中、新聞紙以外の爆弾の材料からも有力な情報が浮かび上がりました。新聞紙と同じく現場に散らばっていたボール紙の破片をつなぎ合わせると、みすず総本店という店舗が販売している和菓子の箱であることが判明したんです。犯人はその和菓子の箱に手製の時限式爆弾を入れ、横須賀線の網棚の上に設置したと考えられました。ここから和菓子の購買過程に聞き込みを行った警察は、ついにその人物にたどり着くんです。お土産のモナカを親戚用に買ったんですが、余ったのでお隣さんにも渡したんです。その住民が説明した隣人とは若松良樹という25歳の男。1年前そこへ越してきたばかりだという若松には妙な噂があったんです。若松が住んでいる一戸建ての大家曰く、点検の際に家に入ったところ、火薬や配線関係の書物を多数見かけたといいます。また若松は爆弾を包むのに使用されていた毎日新聞東京多摩版を購読していました。さらに警察が若松の同僚に事情聴取を行ったところ、衝撃の証言が飛び出すんです。若松ですか、そういえば爆弾の実験をしているのを見たことがあります。なんと若松は爆弾の威力を試す実験をしているところを職場内で目撃されていたんです。こうして事件から約5ヶ月後の1968年11月9日、警察は集まった証言や証拠をもとに若松に出頭を要請。すると若松は列車を爆破したことを認め、動機を次のように語りました。彼女、友人に寝取られた腹いせです。友達に彼女を寝取られた？何の関係もない話じゃないのよ。ほんとそうなんですよ。ここで気になるのは、若松と元恋人の間に一体どんなトラブルがあったのか。これもし若松と同じ目にあったら、こんな事件は起こさないにしても、多くの人は人間不信になっちゃうだろうなというような内容なんです。報われぬ恋。
事件から7年前の1961年、若松は18歳の頃に山形県から上京しました。幼い頃から手先が器用だった彼は中学卒業後、地元で大工の見習いをしていたのですが、新しい仕事を求め東京へやってきたんです。地元では親方との関係がうまくいかず退職を選んだものの、大工の仕事自体は好きだった若松。東京でも同じ仕事に就いた彼は、その合間で2級建築士の資格取得を目指し、勉強に励む日々を送っていました。そんな若松のアパートで彼と同棲していたのが英子でした。勉強の調子どう？今ご飯作るから待っててね。英子は若松の幼馴染。二人は十数年会っていませんでしたが、英子が横浜で暮らしていることを知った若松は彼女とまた会うようになり、いつしか恋仲に。そして二人は再会からわずか1ヶ月で同棲を始めたんです。しかし同棲を始めて間もなく、若松は英子について耳を疑うような事実を知ります。それは彼女が既婚者だったこと。嘘をつきたくてついたわけじゃないの。あの人浮気ばかりで。でも離婚にも応じてくれなくて、私困ってて。深刻な様子でそう打ち明けた英子。若松は彼女を決して責めはしませんでした。絶対俺が幸せにする。そんな奴とはすぐに別れた方がいい。そう言うと、なかなか離婚できずにいた英子を助け、事件の前年の1967年3月には晴れて彼女と婚約するんです。恋人が実は既婚者だったってめちゃくちゃ衝撃よね。この時の行動だけ見たら若松ってすごい器が大きい人にも見えるわよ。二人の障害がこれだけだったら、なんとか乗り越えられてはいたと思うんですよ。英子との婚約に浮かれていた若松は、ふるさとの母親との手紙にも彼女のことをたびたび綴っていました。幼馴染の英子は若松の母親とも旧知の仲、母も二人の結婚を快く受け入れてくれると若松は信じていたんです。そんなある日のこと、いつものように母親から届いた手紙を開いた若松は思わずその場に凍りついてしまうんです。手紙には確かにこう書かれていました。英子との結婚は今すぐやめなさい。あの子の父親は犯罪者よ。英子の父親には窃盗の犯罪歴があり、近所に住んでいた若松の家族はそのことをよく知っていました。英子の父親の素行の悪さを理由に、若松の母親は彼女との結婚に反対したんです。そしてこの手紙の内容にショックを受けたのは若松よりも英子の方でした。お父さんが？そんなの嘘よ。英子の父親は彼女がまだ幼い頃にいなくなってしまったんですが、それが警察に逮捕され、そのまま亡くなったからだと英子は知りもしませんでした。彼女は若松と婚約したために、それまで家族がひた隠しにしてきた父親の秘密を知ることになってしまったんです。その後、若松は結婚に反対する母親の説得を続けますが、深く傷ついた英子は耐えきれず、彼の元を去ってしまいます。そして間もなくして英子は若松の同僚と恋仲になったんです。その同僚は若松が職場で一番親しくしていた人物。英子がその同僚と知り合ったのはまだ若松と交際していた頃に彼が紹介したためでした。あいつらどういうつもりで堂々と付き合ったりできるんだ。英子と同僚に裏切られた若松は失意の中7年勤めた工務店を退職。2人と距離を取りながら人知れず憎悪を募らせていくんです。1968年6月16日、土砂降りの雨が降り注ぐ日曜の朝、若松は自宅で呆然とテレビを眺めていた。職場から休みの連絡が入り、その日の予定がなくなった若松。英子が出ていったあの日以来、彼は休みの日も特に何をするでもなく、無気力に過ごすことが多くなった。父の日か。若松はテレビが報じた父の日のニュースに小さくそうつぶやいた。テレビの音はほとんど耳に入っていなかったが、父の日の知らせだけは若松にとって特別だった。6月16日は戦死した父親の命日。そして月こそ異なるが、16日は英子と再会した日、婚約した日と重なっていた。英子、どうしてなんだ。若松は悔しさに顔を歪ませ、奥歯を強く噛みしめた。そして土砂降りの窓の外を眺め、若松は言う。今日は雨だからあいつも仕事は休みだろうな。若松の言うあいつとは、自分の元を去った英子と今交際している元同僚のこと。同時に若松は横浜駅から列車に乗る英子の姿を想像した。横須賀線か。あいつのところへは絶対に行かせない。この日の午後1時半ごろ、東京駅で横須賀線に乗った若松は、できるだけ横浜に近いところで爆発が起こるよう、2時間後にタイマーをセットした爆弾を設置。若松は、英子が使う横須賀線を爆破すれば、彼女の足が東京に住む元同僚の家から遠のくと考えたんです。そうやって英子への脅しのために、29人もの死傷者を出す大惨事を起こしてしまった若松。誰も殺すつもりはなかった。元婚約者を脅かすだけのはずだったんです。彼は取り調べでそう語ったと言いますが、英子はすでに東京で若松の元同僚と同棲しており、犯行は彼女にとって脅しにすらなっていなかったんです。まあ
ほんと復讐ってさ、いい結果を生むことってもないわよね、正直。若松の置かれた状況っていうのはほんと辛いとは思うのよ。辛いとは思うんだけどさ、他人を巻き込んだ時点でも同情なんて一切できない、私は。ほんとね、そうですよね。そしてね、この後若松を待っていたのは、犯罪に手を染めてしまったからこその孤独な余生だったんです。裁判において若松は1962年から翌年にかけ都内の各所で爆破事件が相次いだ草加二郎事件から犯行を思いついたと主張。また誰も殺すつもりはなかったと言いながらも何度も実験を行っていたことから爆弾の威力を十分に理解していたと断定されます。事件から約9ヶ月後の1969年3月20日、殺人、爆破物使用、往来の妨害などで有罪となった若松に下された判決は死刑。多くの死傷者を出し公共の交通機関に混乱を招いた事実を思えば当然とも言える判決でした。判決後、獄中でキリスト教の洗礼を受けた若松は住玉良樹のペンネームで短歌の執筆を開始。彼は面会に訪れる支援者に対し自分の歌集の出版が夢だと話していたといいますが、支援者はあまりいい顔はしませんでした。遺族の気持ちを踏まえれば出版は控えた方がいいと支援者に諭されたという若松。彼はひどく落胆した様子で言いました。冤罪を訴える人に対しては懸命に支援する人がいる。でも冤罪の疑いがない俺の力になってくれる人なんて結局誰もいないんだ。以降若松は支援者との面会を拒否したといいます。1975年12月5日、若松は32歳で死刑執行。彼の歌集「死に至る罪」は20年後の1995年に遺族の意向で出版されることに。恋人が既婚者だった事実を知っても愛し続け、ようやく結婚にこぎつけたかと思えば、最後はその恋人を友人に取られてしまった若松。彼の恋路は確かに理不尽の連続だったのかもしれません。かといって全く無関係の列車の乗客を傷つけた罪は絶対に許されません。あなたは別れた元恋人を心から憎んだことはありますか？ボスケンちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんとアルゴメトリー恵比寿にシーシャバーをね、オープンします。もちろんね、最高の C 社は作りつつも、店内流してる曲を流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿の C 社バーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、なんかそこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、なんかむしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。